売買どっちも儲かる。機関投資家の方向、株価よ、舞い上がれ。はい、皆さんこんにちは。今回のテーマは株価の動きに注目する着目ポイントをいくつかお話ししていきます。今回は今話題になっているアステラス製薬について、決算報告で下方修正が発表されて、これをきっかけに売りで利益を狙えるかっていう注目していきます。実際に短期的に売りを仕掛けてきている人っていうのも多いし、僕みたいな人ね。で、どのような値段に設定するっていうのも公開しています。こんな感じね。いつ買って、どれくらいで損切りすれば、で、ここで利益確定すればいい。で、アルゴリズムの幅をこれくらいでするといいとか、すべて載ってる。で、もう一つは京セラについてです。こちらは株価が上昇の初期段階に入っているように見えます。信用取引の新規の買いが増加傾向にあって、個人投資家が積極的に買いを入れている。一方で、機関投資家の軽い空売りの比率、さらにこれがね、20% 程度に低下しているんだよね。ピークの時だったら 54% とかあったんだけど、じゃあもうこれはリスクっていうのをもう 20% では加減なんだよね。で、もうね、まるで値上げすることが分かっているみたいな動き方だよね。で、上昇の準備段階にあると予想できます。で、ちなみに僕は、京セロ300株持っていて、で、仮説通りに行く、この値段のね、1650円、逆差し値をしていて、これで600株買う予定です。この動画が少しでも参考になったら、高評価、コメントしてくれるとモチベーションになります。こういう視点もあるよとか、ここも注目した方がいいんじゃないって、そういう人もコメント、建設的な意見は受け入れます。それでね、アップデートしたりするので、僕の視点は、株主優待とか、配当金とか、そういうものよりももっと早く短期で利益を上げたい。でも確実にっていうような分析を行っています。僕のこのようなアルゴリズムの評価、そして ChatGPT はこんなことを言っています。あなたの投資戦略アルゴリズムはリスクの管理と収益確保を両立させた非常に優れた設計です。短期トレードとしても中長期的な値上がりの益を狙う戦略としても有効であり、現在の京セラの株の状況と市場全体のムードに合致しています。で、引き続きリアルタイムでの出来高や市場ニュースをチェックしながら柔軟に対応していくことで高い確率で利益を上げられると考えられていますと、そういう高評価をいただいています。さあ、行きましょう。人生は夢だらけ。儲けていく銘柄2つ紹介していきましょう。証券番号4503アステラス製薬。なぜこれが巷で話題になっているかっていうと、こういうアステラス、今期最終を、1.18% 現役に下方修正。下方修正っていうのが大きい影響で、しかも配当金利回りが 5% ぐらいだったよね。だからみんな買ってたのに、なんでみんな裏切るようなことするんだって思ってるんですよね。それは銀行も投資信託も、機関投資家もそう思ってるんじゃないかな。で、株価への影響としては、短期的には株価の下落が見込まれています。大幅な下方修正と、赤字の拡大というのは投資家の失望を招いて、売り圧力が高まるという構図になります。こういう風な、今後も継続するようだったら、下降のトレンドっていうのが、進んでいくので、配当金 5% とかの騒ぎじゃないんですよね。もう早く売ってしまえと。株主優待ライダーみたいに難品してる場合じゃない。ちゃんと上がりを確認してから買った方がいいんじゃないのって思うんだよね。で、ここにはね、下方修正したことしか書かれていないけど、中長期的にはコアビジネスの次第で上昇の余地が残されている。前日洗顔の治療剤の売上の拡大とか、で、為替の追い風、今、1ドル150円越したよね、とっくに。そういうのがポジティブ材料で。なんだけど、今回の減損損失とか赤字拡大の影響を打ち消すほどのインパクトは期待できないという結果で、大幅な株価の下落っていうのが予想されます。またこれが一時的なものじゃなくて、下落トレンドとして上がっていくので、もうこれはね、空売りを仕掛けていけば、利益出て、で、トレンドが逆転、転換するまでは、それで利益を稼いでもらおうって思うんですよ。ここで難品してしまったら、含み損になって、それがプラスになるまでどれくらいの期間が必要でしょうか。少なくてもね、半年とか3ヶ月とか、その間は、その投資したお金っていうのは全く仕事してないっていうことになるからね。配当 5% 以上も、それ以上の含み損を抱えた状態、それどう気持ちいいって気持ち悪いよねって。だったら、もう下がってるトレンドだったら、空売りを仕掛けて、エントリーした瞬間、含み益で、下げに貢献した方が、みんなと合わせた方がいいんじゃない？利益あるよねっていう。で、この話を言うと、500億円利益を出すって言われていたんだけど、140億円しか実際出ませんでした。それは 72% の下方修正で、それ前年同期比でも 17.9% の減益。これはネガティブな要因だよね。会社ってどんどん大きくなっていくから売上も向上していくだろうっていう最中常識の中、なんで下がってんのっていう。で、ここには載ってないけど、無形資産の
減損損失1760億円の規模のやつが消えてるっていうかね、減産損失を出しているので、それがね、主な要因なんだよね。この売上が下がった以前よりも、もうそれって400億円程度なのに対して、無形資産の減損損失、それが1760億円。これは大きい影響でしょうって。だから思ったより、その為替とかのプラスの影響をはるかにしのぐこの下方修正の影響、株価下落がもう明白、色濃いということですね。で、今回僕、小春が知りたいのはアステラス製薬は大きい出来高が注目が集まっている状態で売りが続いている状態ということ。じゃあ実際に、空売りをして儲けることができるのかっていうこと。じゃあその判断をね、どういう人がプレイして参加しているのかっていうのを分析していきましょう。アステラス製薬は、現物が 94.2% なんで、まあ、新規買いの短期勢がいないことから、全然この銘柄はもう上がっていかないな、下げトレンドを容認してるっていうこと。一方で、信用売り、空売りが 25.7%。これは割と低い方なんだよね。その空売りの比率、もう少し2週間で見ると、1月24日時点で 25.7%、1月23日に29とか、1月22日の 21.7% などを比較しても、これは特別高い数字ではなくて、むしろ安定している傾向が見られます。このグラフを見ても 20% っていうのは、信用売りを解消した下限値でもあります。ということは、短期的に急増しているわけではなくて、過去の値動きや、投資、信用取引動向を比較すると、これ、売り圧力がね、容易にこう、50%、45% に上がる可能性が極めて高い。つまりこれはね、機関投資家は空売りの余力を残した売り圧力となんだよね。現時点では空売りが大きく仕掛けられているっていうよりも、機関投資家や、短期トレーダーが慎重に空売りを増やしている段階と考えられています。今後、業績の下方修正に伴うネガティブなニュースが、テレビになったりとか YouTube で報道されて知れ渡っていってるので、この売り圧力がどんどん大きくなるという、さらなる売りが加速する可能性が、十分考えられると。こうすると、売りのシナリオができる。もうここで売りを仕掛けなかったら、損失でしょうって、機械損失だ。ちゃんとこう、空売りして利益出していこうっていうことだ。結構僕の言ってることを取り上げていることっていうのは、ファンダメンタルと、デイトレードの中間のことを、両方のことを言っているので、割とレベル高いと思うんですよね。だから、その、再生回数っていうのは1万から1000ぐらいのめちゃくちゃもう低くなってしまった。マニアックだからね。でも全然この先僕が5000万とか1億利益を出すためには、絶対必要な知識だから、みんなに見られなかろうが、僕の勉強のために、記録に残している。で、実際にこの結果どうなったか、儲けられたかっていうのもね、振り返るときにはいい動画コンテンツになるんですよね。さあ、じゃあ売り圧力が高くなっていく、機関投資家のさらなる売りとして、空売りの比率がまだまだ大幅に増加していないことから、機関投資家が今後の値動きを見て、加速的な売りを仕掛ける余地っていうのが十分にあるっていうか、それを怖いから、買いに行く人たちがいないんじゃないのかなって。で、機関投資家っていうのは、一枚割りじゃないけど、余力が十分あるな。だから、正反対の動きしてもしょうがないなって思うから、足並み揃えて、売りを加速していく。今日からね、売りが加速されるはずなんですよね。で、これがどれくらい続くかっていうとどうだろう。当分は続くと思うし、ちょっと次のアルゴリズムの値段までね、言うけど、1週間から2週間。アルゴリズムでも明確に言います、後で。で、現物の売りに対して、このデータを見る限り、現物の取引の割合が非常に多い。全体の出来高 94% を占めています。つまりこれは短期勢じゃなくて長期勢で固定化されている。それは銀行とか、長期で配当や、議決権とかが欲しいっていう人たちで構成されているから、そんなすぐには売らないよって思うけど、こんな目に見えて株価下がるよ、業績悪いよっていう無形資産の消失、減産損失出して、機関投資家も空売りするよみたいな状況で、たまらず売ってしまうのではないかと思ってます。例えばね、有名な、僕株主優待ライダーをよく、っていうかもうほぼ毎日見てるんですけど、何品地獄って言ってるので、ちょっとそれをね、さらに穴を掘ってあげようと思って、売りで手伝ってやろうと思います。尊敬はしてますよ。考察と予想していきます。現時点では空売り比率は安定していて、急激な動きっていうのは見られないものの、売り圧力、売りの余力っていうのがかなり残
されている状態であることから、短期的な売りの圧力の増加っていうのはもう明白だと。短期投資家とか機関投資家が売りを仕掛けてくる可能性があって、まだまだ全然入ってないけど、もう現物だけなのに、その株価下がってきてるよ。だからもう、明白、絶対これは下がっちゃうじゃんって僕は思うんですよね。皆さんはどう思う？あなたはどう思う？で、徐々に売り圧力が強まって、機関投資家がネガティブに傾いて、で、配当 5% とかもちょっとあまり効かなくなってきているような状態かな。で、僕みたいな現物の投資家や信用の取引を活用するトレーダーが売りを増やすことで下落基調が続く可能性シナリオとなるっていうのがまとめ。じゃあ次は、これは今までは銘柄単体の動きに対して、次は外部要因に対して、市場の影響が加算されるのか減算されるのかっていう、この騰落レシオ6日のやつだとね、グラデーションがよく見えていて、今150の加熱しすぎなんで下げに行くのような気もする。実際には騰落レシオが基準値としては70以下では売られすぎ、120以上では買われすぎとみなされることが一般的。現在は 91.15 の25日のやつね。なんで相場感は中立的な相場であると考えられています。上に行く可能性が若干あるけど、アステラスっていうか、アステラスは YouTube でめちゃくちゃ騒がれているので、この外部要因は相殺されて減産されるものの、それでも売り圧力が非常に強いから僕は売りでエントリーしようと思っています。そういうのを考慮しておくと、ちょっと市場がこうなってるから、ちょっと思ったより先が鈍ってんのかってなりますね。では、皆さんお待ちかねの投資戦略についてアルゴリズムいくぞ。総合評価として、このアルゴリズムはリスクの管理と利益確保を重視した合理的な設定です。現在の相場環境に調整していて、で、堅実なトレードを行う上で有効です。堅実っていうのは、心を無にしてロボットみたいに設定して、で、自分が寝てても、システムが見てくれるっていう。だから感情は一切関係ない。自分が健康な完全体の時に設定した値段が全てになる。このような、ただこれはちょっとデイトレード寄りの設定になってるんで、短期的なボラティリティの影響を受けやすい設定になってる。だから、相場の変動に応じて損切りとかトレーニングを柔軟に調整していこうという必要があります。でも、今現状これが一番。で、現在の設定は正しい方向性を持っていると言える。現在僕は300株空売りをする予定。で、基準値は1490円。これを下回ったら、売りを仕掛ける。今の株価がいくら ?1502 円か。すぐだね。これが、基準。これが、損切りのラインとか、トレーディングストップの基準値となってくる。じゃあ次、損切りのラインは 102%。値上がり1520円の時に損切り。2% だね。2% の損で済む。で、トレーディングした1445円から利益確定、トレーディングのスタートってことだね。この時点で 1% 下がったとしても 2% は利益が確保されている。で、大体この下げトレンドは、継続するから、エントリーする、空売りするっていうことだったから、もうちょっと利益ね、取れると思うんですよね。はい、現在これで、1銘柄の説明が終わりました。ストックしているとか知りたいよ。この設定の仕方、なんでこの値段なのっていうのが聞きたかったら、またコメントお願いします。コメントがないとね、何が知りたいのかっていうか、わかんないし。コメントないってことは、僕が思ってることが全てっていうことだよね。もう一体何を質問していいかわからない。じゃあ次の銘柄行きましょう。証券番号6971京セラ。時価総額は2兆4621億円。めちゃくちゃでかいので、方向線、トレンドが転換するときは、めちゃくちゃ出来高を伴うので、わかりやすいんですよね。で、じわじわって。で、今すごい転換期を迎えています。特にね、ニュースが出たということではなくて、株価が転換して上昇トレンドにいつの間にか変わっていたんです。株主構成比率からしても、まっすぐこのトレンドは変わらない、継続して上がっていくんじゃないかなと思っていて、すでに300株僕は持っています。このトレンドが続くっていうのが予想されて、仮説通り、このアルゴリズム通りの数字に達したら300株さらに追加して600株でアルゴリズムを狙って利益を狙っていきます。取り回りとか株主優待とかもあるみたいですけど、短期でね、売買することで、それ利回り以上、少ない金額で高い利回りをしていこうっていうためには、もうちょっとね、そんなに持ってられないと。はい、上昇シナリオとリスクの管理、空売り比率が引き続き低下して出来高が増加することで1800円目指すという動きになっている。決算発表を機会にそういう材料が出たら、その1800円を優に越す可能性もある。
結論として、現状は空売りの解消と機関投資家の動きが上昇を容認する方向に動いているように見えます。1800円以上のレンジ相場へのトライというのは十分に可能性があって、だからアルゴリズム設定というのが生きてくるっていうのかな。利益をどんどん引っ張って最大化していく。リスクは限定化する。これを目標にエントリー戦略を立てるっていうのは合理的ですっていう、チャット GPT の AI に判断。信用取引の動向として、信用新規買いが増加傾向にあり、参加者が株価上昇を期待している様子が伺えます。それはこれから上がっていくぞって言って、信用新規で買いを仕掛ける、僕も一緒ですね。信用で買っていくので、この時点で現物と信用新規の違いがわかんないっていう人がいたらコメントください。別に全然恥ずかしいことじゃないので。僕だってね、先週まではね、やったことなかったんで、知ってるけどやったことないっていう。で、実際にやってみないとね、言葉に重みっていうのがないし。はい。一方で、返済売りっていうのも増えていて、短期的な取引が活発化しているようです。売り買いっていう。注目が微妙に上がってきてるのかもしれないな。もっと分析していきましょう。投資家の心理と売買動向。僕のチャンネルというと、ここが特徴的だと思うんですよね。長期のファンダメンタルの分析でありながら、短期デイトレードみたいな、もうすぐに買った瞬間含み益になるかみたいな分析。今の出来高、今の株価は1630円。出来高は273万株と平均値に近い水準。なんだけど、出来高は直近のピーク1月上旬と比べてやや減少傾向。そうだね。ちょっと、ほら、ホンダと日産の統合の話題があったけど、今、フジテレビに行ってるじゃないですか。ね、もうちょっと流行り終わったから予算、出来高抜けているみたいな。そんな感じなんでしょうね。でも、機関投資家はちょっと儲けていくぞ、買いを仕掛けていけ、みたいなことが分かったので、テクニカル指標としては、25、75日のサポート圏内にあって、で、この1650円とか、そういうのを上回ってくると、もう上昇トレンドで明らかに切り替わったと言えるでしょうね。で、出来高が減少しているために、株価上昇するトレンドを大きく変えるためには材料が必要とされています。あくまでそれは言い訳っていうか、建前に過ぎない。だけどね、機関投資家はもうすでに買っていて、決算がいいっていう情報が漏れているのかもしれないですね。実際僕はこれわかんないけど、決算がいいかはわからないけど、いいっていうことにしちゃえよっていうのがわかるな。信用取引の動向。これを分析する人ってほんと少ないんですよね。なぜかっていうと、公開されていないから。で、なぜかこの松井証券のアプリだけ見れるみたいな。だから機関投資家はね、毎週木曜日の更新でしかバレないだろうって思われてるけど、違うと実際は。はい。空売りの比率の低下、53% 高かった時があったんだけど、今は 28.4% に低くなっている。これは短期間で売りが大幅に低下している。つまり、空売りの一部解消、買い戻しが進んだ可能性がある。で、空売りによる下落のプレッシャーが緩和されたということです。機関投資家がレンジ相場の1800円の視野に入れてポジションを解消した。逆にもう空売りを返済して、ポジションでに行ってる可能性がある。で、今は、株価は平均移動25日のやつの、1576円を上回るような動きをしていると。短期的な1700円は優に超えていくし、1800円も条件が出来高が伴えばそこまで行く。過去最高の2005円と1月の2300円ぐらいは遠いものの、1800円っていうのは間違いなくとりあえず行くだろうという認識です。機関投資家のポジションの調整と可能性、空売りの解消と容認のサイン。空売りが減少しているっていうことは、機関投資家が下落のリスクを抑えつつ、上昇の余地を模索しているっていう状態なんですよね。これもう上げに行こうかな、みたいな。機関投資家の戦略として、ポジション調整後に新たな買いを入れることで、さらなる上昇を誘発すると考えられている。ニュースや材料っていうのは、この24日の27日か。今の時点では明確なニュースっていうのは伴ってないけど、次の決算が2月3日の予定していて、そういう期待が高まっているっていうか、なんかバレてるんじゃないの？もうポジティブな材料っていうのが分かってる、漏れてるんじゃないのと。一気にその出来高が増加するシナリオが現実的。で、出来高が増加するっていうことは、売り抜けるやつより買って保有したいという人がいるから、なかなか売ってくれないな。じゃあもっと高くお金積むから、売ってくれよ。みたいな。だから株価が上がっていく。そういうシナリオができる。盛り上がりの状況として、現在の出来高水準と信用取引の動向から市場の注目度がじわじわと高まりつつあると言える。空売りの減少と株価の上昇
が表すように、参加者は次の価格帯、1700円に向けて、もう準備している段階。僕もね、今日か明日か仕掛けていく。で、これは次に見るべきものは、株主構成比率。これ、どういうチャートの癖があるかっていうのが分かってくる。例えば、ここ、不動株が 33%。これは、僕たちが、一般人が買える株で、そういう市場に流通している株ですね。これは出来高がこれが高いと、割合がね、出来高が増加しやすくて、短期的なチャートの動きになる傾向にあります。で、強制の場合は、33% っていうと、普通かちょっと高いぐらいかな。流動性が高いっていうことで、時価総額がね、3兆だったっけ？それから大きいと、それでも安定するんじゃないかな。で、固定株。これは、企業の長期戦略を支持する株主なんで、逆にその短期間で半年以内にちょっと売っちゃいけないんですよね。だからこの割合固定株が大きいほど、手堅い鈍い動きになってくる。日本マイスター信託、カストディ信託、これが 29.6% を保有して安定性が高い。だから株価がゼロになるとか半分になるっていうことは、現在ありえない。固定株、一方でその外国人の投資家っていうのが、外国って書いてあるね。21%。普通は 10% 前後。これ以上ちょっと15とか20とか高くなってくると、為替とか海外市場の影響を受けてくる。で、大きな買い注文があるとは思うけど、なんせね、強制が大きいので、あまりそこは見なくてもいいかな。外部要因を見ていこう。騰落レシオは、市場の過熱感や割安を測る重要な指標です。1月24日の時点のやつ、あと、25日平均だと91なんで、適正の範囲、過熱感はない。なんだけど、6日の直近だと過熱感があるなって。でも今のところ先物が上がってるので、日経平均は今日27日だと上がるよね、多分。結論としては買いの判断です。騰落レシオ、市場の全体のムード、京セラの個別の状況を踏まえると、現在の京セラの株っていうのはすごく上がりやすい状況になっているので、買いを検討した方がいいと。目標の株価は1750円から1800円を目指している。投資戦略を見ていこう。基準値1650円を上回ったら僕の仮説通りということで、波に乗ります。タイミング、エントリータイミングとして十分な価格設定なのかなって。市場の動き、市場バランスを考慮して過熱感なく買える価格帯がこれ。はい、次。これ、損切りのライン。下のリスクを限定しつつ、その移動平均線75日線の長期サポートラインを基準にしている点が非常に堅実。損失のリスクを最小化する設定で合理的な戦略として、価格を1617円。98% だね。2% のハムで、割とすぐ振り落とされる可能性が高いから、合ってるのかな。とにかく僕の答えはこれ。で、利益確定ラインを早めに設定することで、小さな利益を確実に積み上げられる設計。短期トレーダーの高勝率、勝率70% を狙える設定。これが 1% にしています。2% の時点で監視を開始して、その瞬間から1% 下がった場合でも、1% は最悪利益が出てるので、株価が上昇した際に利益を最大化するための安全策もできているし、リスク限定もして、で、自動化により寝ていても安定した利益を確保可能。アラーム設定としては上限が1800円。1800円を超すと、もっと2300円に向けてのトレンドが継続するのかをもう一回確認した後、買い増しを検討する。で、1443円。これはあまりないと思うんだけど、直近でね。市場リスクに備える。その時はもう特に損切りしてるんで、ここまで下がるとまだ下げトレンドが継続しているということなので、配当利回りや株主優待を考慮して、そうすると配当利回りが 4% ぐらい越してくるので、長期保有として持つのもありでしょうね。はい、これまでの分析結果の統合を行います。市場状況と出来高。騰落レシオや日経平均の動きから市場の全体は中立からやや強気な状態。京セラの個別の出来高が減少してるけど、信用買いの増加や空売りの低下によって上昇の準備段階と言えます。信用取引の動向としては、信用の新規買いが増加していて、個人投資家の買い欲が強い。僕だね。空売りの比率が 28.4% まで低下していて、これは空売りする余力がめちゃくちゃマックスに高まってるよっていう。違いました。空売り比率が低下、売り圧力が弱くなってるっていうこと。だから、この赤い信用の新規が増えてくるんじゃないのって思う。
現物を買うかもしれないけどね。機関投資家なら。で、固定株が安定していて、不動株が市場で流動性を保つ役割を果たしているということで、で、外国人の比率が 21% でやや高い為替海外市場の影響を受けるけど、結果的に時価総額の多さから安定性を確保している。配当利回り 3.5% 以上というのも、保有する理由になるので、長期で持っていく人たちが多いのではと、株主優待と配当性の両方を享受できる点で、長期保有にも適しているということを話したね。配当利回りが高いから、下落リスクっていうのが限定されて、安定した収入源となるでしょう。今回はね、僕が感じたことをシェアさせてください。きっかけはね、何年前かな、メリーポピンズ・リターンズという映画のエンディングシーンで、そこは、何歳になっても心に子供の頃の夢や希望を持ち続けることの大切さっていうのが描かれていたんじゃないかなっていうのが僕の感想。映画の中で、こういう、風船を配っているね、おばあちゃんが主人公の父、マイケルに風船を渡す場面があります。で、マイケルは、風船なんてもう何十年ぶりだろうって言うんだけど、おばあちゃんは、じゃあもう忘れたのねって。何を忘れたんだ？風船のことかって。で、そしておばあちゃんはね、こう言うんだよね。子供の心よって。そしてマイケルにカメラがぐっと寄っていって、あれ？なんか思い出してきたみたいな。で、マイケルが風船を握った瞬間、その風船で空を飛び始める。っていう。風船一つでね、飛ぶわけねえだろうって思うけど、ここは物語なんで。で、おばあちゃんもそういう補足をしていてね、風船には夢と希望があるから、そういう気持ちを持ってる人っていうのは空に舞い上がるって。で、うわ、マイケル飛んだよって。で、お父さん、父、マイケル言うんですよね。で、思い出したよ。全部本当だったんだ。メリーポピンズと一緒に空想したいろんなありえないこと。あれみんな本当だったんだ。で、このシーンを見ながら、僕は、自分の子供時代を思い出したんですよね。無敵と思っていた頃、世界は自分を中心に回っていると思っていたあの時、夢とか希望っていうのは本当にあって、この世の中探検するのが好きでね。でも大人になって、自転車に乗って、バイクに乗って、車に乗って、飛行機に乗って、そういう移動範囲が大きくなると世界がどんどん小さいということに気づいてきてね。自分の父親の背中でさえもどんどん小さくなっていって、で、じいちゃんに関してはもう他界していなくなっちゃって、で、自分も自身もね、大人になって株をするようになって、働くようになって、なんかどんどん世界が小さくなっていくように感じたんだよね。それって僕だけじゃないんだよね。だからそういう期待をする気持ち、夢っていうのを大人になるにつれて置き忘れていったり忘れていくんだなって本当に思った。で、そのウォルト・ディズニーとかこのメリー・ポピンズっていうのはそういう気持ちを忘れないっていうかな。すごくよくできたもので、さすがディズニーだなと思った。皆さん、あなたはどう？子供の頃の夢、思い出、挑戦する心を覚えてる？覚えてないんじゃない？僕は忘れてた。映画の中でおばあちゃんが言った、どん底だったら、あとは舞い上がるしかないっていう言葉がとても心に響きました。僕も少し前までは世の中をね、妬んだり、世の中ってすごいくだらんなとかバカが多いなとか、成り上がってやる、誰も相手にせんな。結局金が全てだ。って思って、金で全て解決するって、思ってるけど、それを主軸に考えると、ちょっとつまらない人生だったなって。で、もう一回子供の頃の視点に、帰ることができた。あのワクワクって何だったんだろうなって。このミュージカルを見ているうちに、なんだか自分のことを応援してくれているような気がして、どんどん元気が出てきました。結局、幸せになりたいという気持ちが一番大切なんだなと気づきました。またね、人生ってすごく短いんですよね。だからこの瞬間が一番若いんだし、この、90歳近くのおばあちゃん超えてるかもしれない。このおばあちゃんが歌うからすっごい言葉に重みがあるっていうかな。なんか反論できないみたいな。この世の真実みたいな。とにかく演出がすごいですね。で、この邪魔をしていた銀行員の一応悪役に当たる人かな。で、この人は、あれ風船落ちた。舞い上がるしかないんだけどな。夢や希望、持ってないんじゃないかしらっていうようなニュアンスだったね。でも正直このおじさんも僕は空を飛んでほしかったと思った。僕だって空を飛びたい。僕たちの人生は夢で溢れてると思うんですよね。だからみんなどんな状況でも希望や挑戦を忘れずに生きていきましょう。あなただよ、あなた、君、できる。みんなで一緒に夢を追いかけて舞い上がるような人生を楽しんでいけたらね、すごく、ほら今おじいちゃんが飛んでいった。おじいちゃんでもね、この年でも年だからって関係なく夢を持てば空だって飛べるって、もうほんとバカらしいって言えばバカらしいんだけど、そうじゃないんだよね。例えなんだ。僕はすごくちゃんと素晴らしいと評価する。おじいちゃんになって車椅子でも楽しいことだって夢だってある。僕だってお金持ちになりたいし、でも結局はお金持って幸せになりたいからそこに必要なのがお金ということなんだよ。僕のコミュニティはすごく地味なんですよ。でも全然それで僕の選んだ道で満足している。自分が学んだこと、自分の物語をちゃんと歩んでいる。誰かの人生じゃなくて自分の時間を生きて
ている。これは世界を変えたスティーブ・ジョブズも言ってたね。こうだね。YouTube の概要から有料会員はここっていうのをクリックする。そうすると、プランっていうのがあって、プランを選択する。で、5000円のプランを購入すると、こういうミーティングに毎週金曜日にやっている、会議に参加することができて、もちろん僕に直接話したりすることもできるし、話も、個別に振っていってます。で、その人も、やっぱり入ったからには友達、友人、仲間、同じ志を共にする仲間と思っているので、その人の悩みを聞いて、で、関わった人すべてが幸せになれればいいなと思うんですよ。結局、僕は金って言うけど、結局はその幸せになりたいからなんだよね。両方を取ることができる。で、お金持ちになるっていうのは時間がかかるみたいだから、先に幸せになってもいいんじゃないかっていうのが、僕はメリーポピンズを見た感想でしたね。皆さんもどうですか？あなたは幸せになってる？満足してる？空飛べる？空飛べる？本当に。今度眠るときと空飛ぶ夢を見てくださいよ。僕はね、意外と見るんだよね。空飛ぶ夢っていうのは毎日。この表紙を見てもね、面白いなと思ったのが、年を取って寿命を全うしそうなおばあちゃんでも、子供を車椅子で押して、生きた証を残すっていうかな、生きがいがあるみたいな、そういう人が幸せで、まだまだこの子のために生きようかな、みたいな楽しみ、夢っていうのが、何歳になっても、その楽しみ、夢っていうのは終わらない。っていうのはすごく感じます。それがディズニーメリーポピンズかなって。だからディズニーランドとかにも行きたいなって定期的に思うし、夢を提供するそういうみんなが幸せな場所に身を置くことだけでも幸せっていうのを伝播する。今が株で負けて辛いって思ってても、もうね、舞い上がるしかない。はい。この動画がいいなと思ってくれたら高評価、コメントお願いします。ね、あなたの人生も舞い上がったらいいですよね。いいですよねじゃないよね。舞い上がらないといけないな。僕の友達で舞い上がってほしいな。最後に明日も仕事も遊びも全力で頑張っていきましょう。それではバイバイ。頑張れ。儲かっていくぞ。